ああ、ノーランド様、すみません、わざわざ。スタンリー、問題とは何だ？いえね、この子の基本設計は終わったんですよ。ほう。でもご希望の方法で運用するには、用意してもらったエクゾニウムの量だと全然足らなくて。エクゾニウムは希少金属だからな。足りないとは具体的に？全然は全然ですよ。用意してもらった量だと作れて10機が限界かな。そんなに？しかしそんな量のエクゾニウムなどある？ノーランド様、それはもしや。ああ、N 作戦を実行する。しかし実行だ。わかりました。のろしを上げます。私だ、ゲオルグ・グーデリアンだ。これはリューネベルクの首相官か。では契約成立ということで。すぐにお望みののろしを上げてみせますよ。心配は無用。私には瞳の加護があるのでね。では仮面の王によろしく。さあ、新世界を始めようじゃないか。公和4年、世界は平穏を保っていた。ジルクスタンで起きた誘拐事件、ハシュベスの戸惑いといった事件はいくつかあったものの、大きな紛争は長らく起きていない。黒の騎士団やグリーンナ騎士団の平和維持活動による面も大きいが、この平和の背景には人々の平和への強い思いがある。世界のほとんどの国が超合衆国へと加盟し、人々は武力ではなく話し合いで多くの問題を乗り越えてきた。戦争による復興、人口回復に伴う食料問題、人の権利を守るための法整備、人が人らしい生活を営めるように様々な問題を解決してきたのだ。新たな時代となって4年が経ち、平和が完成されたと言っても過言ではない。この世界の変化に伴って一時代を築いた者たちはその座を後進に譲った。ゼロに仕え世界の平和の礎を構築したシュナイゼル・エル・ブリタニアは、瓦解寸前のブリタニアへと渡ってブリタニア共和国へと再生し、初代大統領となった。黒の騎士団の3代目総司令を務めた東堂京四郎はインディラ・タルールにその任を託し、騎士団員養成学校を創立した。そして世界を平和へと導いた超合衆国議長スメラギかぐやは、議長だけではなく合衆国日本の代表からも退いた後、表向きには鎌倉へと移り住んだ。そう、表向きには。かぐや様、昨夜消息不明となったパールパーティーの派遣員の件に関し、超合衆国議会が開かれるようです。ようやくですか。動きが遅すぎますね。黒の騎士団の方は？動きはありません。おそらく超合衆国の意向を待っているのかと。仕方ありません。いざよいのエージェントを招集します。我々黒の騎士団を即刻キルアニア共和国に派遣すべきだ。ムベウレニ議長。まあそう流行らないでくれゼロ。まずは状況の確認を。昨夜未明、技術協力のためにキルアニア共和国に派遣されたパールパーティーのスタッフが消息を絶ちました。消息不明となったのはネーハ・シャンカール博士とカガリ・サビトリの2名。今回の件に関しキルアニア政府は何と？それが入国した記録がないためわからないとの返答でして。何ですって？そんなバカなこと。こ
航空機の搭乗記録は残っているんですよ。まさか国ぐるみで誘拐事件を隠蔽しようと。リーファ様もマーガレット様も落ち着いて、そのように決めつけるのは。ですがキルアニアが関与を否定していることは事実ならば、黒の騎士団に捜査を依頼すべきでは。そうはおっしゃいますが、キルアニア共和国は超合衆国非加盟国。証拠もなくこちらが強硬な姿勢を示せば戦争になる可能性もある。せっかく手にした平和を我々が乱すわけにはいかないのです。そうでしょう、代表の方々。確かに証拠がないのに黒の騎士団を派遣するのはなんとか穏便に解決できないものか。そうですね。平和を乱すべきではないかと。そんな。リーファ様、消息を絶ったお二人は合衆国中華の方。ご心配なされるのは分かります。ですが我々は多くの問題を話し合いで解決してきました。今回もそうあるべきではないでしょうか。しかし今この時も彼女たちが危険にさらされているかもしれないのですよ。せめて捜査だけでも。それも話し合い次第かと。各国代表の方々、この件に関しキルアニア共和国と交渉を続けることに賛成の方はご起立ください。賛成108、反対69。よって黒の騎士団の派遣は見送り、キルアニア共和国との交渉を続ける。超合衆国の決議が合議制である以上、この結果を受け入れなければいけないことは理解しています。しかしリーファ様、ゼロ、今回の件どうにかならないのでしょうか。リーファ様のおっしゃられた通り、超合衆国での決議が取れなかった以上、黒の騎士団が介入することはできません。ルールを破るわけにはいかない。ならせめて議会を説得できる材料があれば。はい。だからご安心ください。そのために彼らがいるのです。姫、エージェント新月参上だ。まさか今回は2組合同の任務とはな。エージェントペンデュラム参りました。事件の発生は昨夜未明、キルアニア共和国に入ったはずのネハ・シャンカール博士、カガリ・サビトリとの定期連絡が途絶えたことで事態が発覚しました。かぐや様、二人の足取りについてキルアニアは知らぬ存ぜぬの返答だと聞いていますが。はい、入国の記録がないと。航空便に二人の搭乗が記録されている以上、実質の人質宣言というわけか。それも国を挙げての誘拐事件だ。それってどういう意味？バレバレの嘘をついているからさ。入国の記録がないなんて嘘。向こうさんもすぐにバレるなんて承知の上。それなのに、その明らかな方便をキルアニアが国として正式な回答をしているということは、国が誘拐したと言っているようなものということだ。なーる。でもそれって超合衆国に喧嘩売ってるってことじゃないの？その通り。キルアニア共和国は暗に超合衆国に対しての宣戦布告をしている。超合衆国も舐められたものだね。実際舐めているんだろうな。今の超合衆国には奇跡の明日を成し遂げたシュナイゼル大統領や東堂司令といったお歴々がいない。当然姫様もね。じゃあ姫様が議長をやっていたらこんなこと起きなかったってこと？それは違いますよ、悟り。私が議長のままでもこういった事件はいずれ起こっていったでしょう。いくら人々が協力して平和を望んだからといって悪意のある人間が世界から消え去るわけではありません。今回のキルアニアもそうですね。
あの国は軍事政権。それゆえに一切の武力を放棄する超合衆国への加盟を拒んできた。けど国を維持することが困難なのでしょう。だから超合衆国を相手に優位に交渉を進めるために人質を取った。悪意を持って戦争をふっかけようとしているんだ。戦争に？そうはさせません。正しく平和に生きる人々を悪意ある人間による被害から守るために、私たちいざよいはあるのです。姫の言う通りだ。俺たちが人質の2人を救い出せば、キルアニアは超合衆国に強く打って出るカードを失う。戦争を未然に防げるってわけだ。なるほど。戦争が起きるかどうかは私たちにかかってるわけだね。その通りです。ですから一刻も早く人質2人の居場所を突き止め救出してください。頼みましたよ、いざよいのエージェントたち。はい。ぐずぐずするな。手荒なことはやめて。彼女は両足が不自由なのよ。うるさい。いいから入れ。おいおい、乱暴な扱いはよせ。彼女たちは大切な客だぞ。はっ、申し訳ありません。客ですって。荷物を取り上げた挙句無理やり連れてきておいてよく言うわ。さすがは黒の騎士団だな。かがりサビトリ、威勢がいい。私の名前をなら人違いでここに連れてきたわけじゃなさそうね。ワレン・アゼリアン大統領、いいえ将軍とお呼びした方がよろしいかしら。ふん、俺のことを知っているのなら話は早い。俺はこのキルアニア軍を率いている。そこでお前たちには我が軍のためにナイトメアを作ってもらう。ナイトメアを？技術協力ならこんな手荒な真似をしなくても私たちはそのために。違う違う、そうではない、ネーハ・シャンカール博士。技術協力などという体のいいものでは不十分だ。俺が求めているのは黒の騎士団のナイトメアを凌駕する性能を持ったナイトメア。お前たちが作るのは最強のナイトメアだ。黒の騎士団のナイトメアよりも高性能な機体を？何のためにそんなことはお前たちが知る必要はない。ただ作ればいいだけだ。できるんだろう。あのラクシャータ・チャウラーの直属の部下なんだからな。あそこにサビトリが。かがりサビトリとは黒の騎士団時代に面識があるんだったな。ええ、私の機体の整備をしてくれていたんです。そういえばサファイアさんもシャンカール博士とは面識がありましたよね。マドリード決戦の時にな。何としてでも2人を助けねば。はい、必ず。待たせたな、お二人さん。こっちの準備は完了だ。わかりました。では行きましょう。へえ、彼らが来たんだ。これは彼女も喜ぶわね。今回の任務の目的は消息を絶ったネーハ・シャンカール博士とかがりサビトリ2人の身柄を確保することにある。しかしいかんせんその足取りすら不明の状態だ。私たちの読みが正しければ2人をさらった可能性が最も高いのはこの国の大統領でもあるワレン・アゼリアン将軍。そうであるならサビトリたちはここバイレンの軍事基地に囚われていると考えるのが妥当ね。基地に侵入するにしてもまずは2人が囚われている確証が欲しい。憶測で忍び込むにはリスクが高いからな。ですね。まずは手がかりを探しましょう。待っていて。2人は必ず見つけ出すから。
大丈夫？ねえは、足痛くない？大丈夫。ありがとう、サビトリ。でもどうしよう。先生たちとは連絡が取れないし。私たちが定期連絡を入れていない時点でパールパーティーと黒の騎士団には異常が伝わっているはず。セオリーなら超合衆国がキルアニアに対して正式に問い合わせているはずだけど、あの将軍がどう返しているかによって超合衆国の対応が変わるってことね。今は信じて待つしかなさそう。そうね。こんなにも厳重に見張られたんじゃ逃げ出せそうにもないもの。あなたは？私はヌラと言います。お二人のお世話をさせていただきます。私たちの？はい、食事をお持ちしましたので、よかったらどうぞ。すみません、食事をお持ちするのが遅くなってしまって。あなたが気にすることじゃないのよ、ヌラ。そうね、いただきましょう、サビトリ。お腹が空いていると頭の回転も鈍くなるし。賛成。まずは何においても腹ごしらえしてからね。そっちはどうだ？全然ダメ。二人を見かけたって情報が一つもないの。悟りが聞いてダメなら実際に目撃情報がないと考えるべきだな。空港の方はどうだったの？空港は完全に軍の管理下に置かれてたよ。どこに行っても兵士が立っていてな。ドク、空港のネットワークには入れたか？入れたよ。でもダメだ、データがない。どういう意味で言っているんだ？博士たちの映った映像データが削除されていたのか？それならまだやり終わったんだけどね。花から記録してないみたい。というと？これは物理的にカメラをオフにしていたんだ。意図してね。なるほどな。博士たちの到着時点で誘拐を画策していたということか。残っていたのはこれぐらいだった。残念ながらこれじゃあキルアニアに入ったという明確な証拠にはならんな。だよね。だがこれで博士たちが航空機を降りた直後に空港でキルアニア軍にさらわれた可能性が高くなった。あとは基地を探りに行ったペンデュラムたちが何か手がかりを掴んでくれるといいんだが。生き返ったわ。機内食ぶりの食事だったものね。助かったわ、ヌラ。いえ、私はただ運んだだけですので。ヌラは軍の人間じゃないのよね？はい、私は田舎からバイデンに出稼ぎに来たところを雇ってもらったんです。その年で出稼ぎに？長く戦争が続いたせいで私の村は貧しいとばあ様が言っていました。そう。でもお世話させていただく方がこんな優しそうなお姉さんたちで安心しました。私、食器を片付けてきますね。奇跡の明日を迎えてから4年も経っているのに、まだ戦争の影響を受けている子供がいるんだね。ええ、私たちの技術はヌラみたいな子たちが幸せになるために使われるべき。ラクシャータ先生がくれたこの両足みたいに。私もそう思う。どこを見ても兵士だらけね。戦時下でもないのにこの厳重すぎる警備は異常だ。やはりサビトリたちはこの基地に。おいガキ、ぼーっとしてるんじゃねえぞ。ああ、俺のバイクに傷がついちまったじゃねえか。おいおい、傷なんてつくわけねえだろ。ちょっと当たったぐらいで。そういうことじゃねえ。こういうのはガキの頃からしつけといてやんねえとな。てかこのガキ聞いてなさそうだぜ。ぼーっとして気持ちの悪いガキね。なら嫌でも泣き叫ばせてやるよ。やめろ。なんだてめえ。やめろと言っている。傷がついていないんなら殴る必要もないだろう。
なんだそりゃ、ガキが黒の騎士団ごっこか。そんなのキルアニアじゃ流行んねえんだよ。悪いけど私は成人済み。お仲間も転がってみるよ。いや、だったらこいつを病院に連れて行くことを勧めるけど。分かったわよ。行くぞ。君大丈夫？ねえ。首の後ろに傷？これは手術の跡。もしかしてこの傷のせいで。おお、ジョン、こんなところにいたんだね。ジョン。あ、先生。そうだよ、ジョン。私だ。先生、すみません。なんだか頭がぼーっとして。この暑さにやられたのかもしれないね。でも無事でよかった。はい、このお姉さんがそばにいてくれて。そうだったんだね。ありがとう。礼を言わせてください。いえ、私はただ通りすがっただけですよ。おや、あなたのお顔どこかで。気のせいでしょう。それよりあなたはこの子の保護者のようですが、そのいでたち牧師さんですか？ああ、そのようなものです。この子たちを導くという点では同じですからね。導く？ええ、新世界にです。私は子供たちを導く役目を担っているのです。あなたも信じてみませんか、この私を。すみません。私にはすでに私が信じる道があるので遠慮しておきます。やはりダメですか。いや、これは失礼。ジョンの面倒を見ていただいただけでも感謝すべきなのに。いえ、お礼なんて結構ですよ。では私はこれで。お姉さん、ありがとうございました。うん。先生とはぐれないように気をつけてね。はい。あれは動脈ディゼル。正規の滞在人の一人がどうしてこんなところに。少し急いだ方がいいかもしれないな。と、空港周りはこんな感じだな。やっぱり残っていたのは旅客機の画像データのみ。空港での映像は一切なかったよ。空港以降の足取りもさっぱり。街中での目撃情報はゼロ。こちらもだ。裏のルートも調べてみたが、シャンカール博士たちを見かけた者すらいなかったな。一方でバイレン基地の警備は異常なほど厳重だった。話をまとめればまとめるほど、到着直後に空港でさらわれて基地に連れて行かれたって線が濃厚になるが、いかんせん確たる証拠がない。いっそのこと基地に忍び込んでみる？バカ。そんなことして騒ぎになったら警戒が強くなって余計に二人の行方がわからなくなるだろう。じゃあどうするっていうのよ。もうすぐ二人がいなくなってから丸2日だよ。もし怪我でもしてたら手遅れになっちゃう。それはそうだけど。二人の意見はどちらも正しい。ここいらが判断のしどころだな。そうですね。待った。彼女は敵じゃない。驚いた。私の気配に気づける人がいたなんて。いつの間に。レディーレディー？知り合いなの？敵ではないな。商売敵ではあるが、ピースマークのエージェントだ。ピースマーク。傭兵派遣組織だとか。もしかしてあなたはミス X か？お久しぶりね、カラス卿。マドリードではどうも。ミス？どういうこと？女には秘密がつきものなのよ、サトリちゃん。それよりあんたがこのタイミングで姿を現すってことは何か情報を持ってきてくれたんだろう？ええ、もちろん。あなたたちが必要とする
確たる証拠ってやつをね。契約を打ち切るだと。当然でしょう。イワン・スボロフが黒の騎士団に逮捕されたことを私が知らないとでも。それはレジェンド級と呼ばれる最高峰のナイトメアフレームを複製強化する計画、 LDM 計画を進めてきたイワン・スボロフ博士。彼との太いパイプがあるからこのキルアニア共和国とリューネベルクをつないできたのです。アゼリアン大統領、あなたが LDM 計画によって生み出したナイトメアを提供することでリューネベルクの熱い後ろ盾を得られる。もともとそういった契約でしたよね。その LDM 計画の要であるスボロフ博士が捕らえられたとなっては。大丈夫だ、まだ手はある。実はあのさらったパールパーティーの技術者に新しいナイトメアを作らせるつもりですか？ LDM 計画の代わりとして。どうしてそれを？私に隠し事など無駄です。ただあの天才ラクシャータ・チャウラーの弟子たちが作る新しいナイトメアというのも魅力的ですね。そうだろう。とはいえ今回の失態に対し仮面の王ノーランド・フォン・リューネベルク殿は痛く不満を抱いておられる。信頼を取り戻したいのであればそれなりの誠意を見せるべきではありませんかな。誠意だと？あるでしょう。あなたが仮面の王との交渉に隠し持っていたとっておきのものが。もしかしてあれのことを言っているのか？そうです。帝国解体の際のどさくさに持ち逃げしたブリタニアの不良貴族から手に入れたあれのことです。どうしてお前が知って？言ったはずですよ。私に隠し事など無駄です。どちらにせよあなたが持っていてもあれを使える技術がこのキルアニアにはない。なら今が使い時でしょう。あれを渡せばユーネベルクと今の関係を続けられるんだな。もちろん私が保証しましょう。まだ信じられませんか？なら私の兵を人質代わりに貸与します。分かった。その条件を飲もう。いいでしょう。これで契約は継続だ。ただし新しいナイトメアの開発は急いだ方がいいでしょうね。タルール司令、即刻キルアニアに部隊を派遣すべきだ。しかしだな、ゼロ。超合衆国の決議は降りていないんだぞ。何もキルアニアと事を構えようというのではない。いざという時のために部隊を派遣しておくべきと言っているんだ。それではキルアニアを下手に刺激してしまうのではないか。超合衆国の決議を待って。だが2人がキルアニアで消息を絶ったのは事実だ。仮にキルアニア政府が関与していなかったとしても我々が彼女たちを探すべきでないのか。私もゼロの言う通りだと思います。チャンリン、今の総司令官は私だ。いくら CEO であってもゼロの決定だけでは部隊を動かせない。ならインディラ・タルール、あなた個人に聞こう。消息不明のシャンカール博士もサビトリも君と同じ合衆国中華の人間であり黒の騎士団の仲間だ。あなたは彼女たちを救いたくはないのか？それでもだ。私はあなたや東堂さんからこの黒の騎士団を引き継いだ。私が安易に戦争を起こすわけにはいかないのだ。分かってくれ、ゼロ。インディラ、お話になんないね。あんたには心底がっかりしたよ、インディラ。楽勝だ。
あんたが動かないなら私が個人的にあの子たちを助けに行く。あの子たちは私の大事な教え子なんだからね。待ってください。今映像データが送られてきました。こちらを。これは二人がキルアニアの兵士に連れ去られている。ネーハ、サビトリ。ついに証拠を見つけてくれたんだな、かぐや。姫に送信完了と。これで超合衆国も黒の騎士団も動くだろう。ありがとうレディレディ。あなたのおかげで救出作戦に踏み切れる。でもどうしてあんな映像を持ってたの？秘密と言いたいところだけど、それがあなたたちに協力する条件なの。後出し条件とはひでえ話だ。そう言わないの。あなたたちもフレイヤが関わっているとなると無視はできないでしょ。フレイヤ？ええ、私はピースマークの依頼で行方のわからないフレイヤを捜索していた。確か2年前の参謀会議で見つかっていない残りは5発だという話だったの。その5発のうちの1発がキルアニアに流れたという情報を得たの。それでバイレン基地を探っていたらシャンカール博士たちがさらわれるところを目撃したってわけだ。正解。私は私でバイレン基地に探りを入れる機会を伺っていたから、あなたたちの来訪は願ったり叶ったりだったわ。ネーハたちを助け出してフレイヤを回収できたら一石二鳥だもの。うまくいけばの話だよな。でも前金をもらったようなものですからね。それに目的も同じですし。だな。その話乗るよレディレディ。じゃあ基地までエスコートはお願いね。はいよ。ドク、事故らない程度に急いでくれ。了解。さて、欲しいものも手に入ったことでさっさとおいとましますか。すぐにでも出す。脳取りの準備を急ぐんだ。何をやっているんだゼロ。見ての通り出撃準備だ。だが超合衆国からは証拠は揃った。いずれ決議は降りる。なら一番足の速い間で向かうべきだろう。タルール司令、これはルールからは逸脱していない。キルアニアに入るのは決議が降りてからだ。だがことは一刻を争う。分かっている。私だってサビトリたちを助けたい。ならインド軍区と合衆国アフリカの支部から部隊を派遣する。その方が早い。助かる。必ず二人を助けよう、インディラ。ええ、必ず。やっぱりダメ。ネットにもサーバーにも繋がっていない完全なスタンドアローンね。外部に繋がりそうなものは一切なし。当たり前か。設計用のアプリケーションは一通り揃っているから、これで作業しろってことだろうけど。何かお手伝いできることはありますか？ヌラ。大丈夫よ。あなたも私たちの世話で疲れたでしょ。もう休んでいいのよ。でもおしゃべりはそこまでだ。アゼリアン。進みはどうなっている？進みも何も私たちはあなたに協力なんかしない。協力か。俺はお前たちに協力など求めていない。え？何を？俺はお前たちに協力など求めていない。俺はお前たちに最強のナイトメアを作れと命じているんだ。
さもなくば次は足程度では済まない。このガキを殺す。このガキが死んだら次のガキを殺す。お前たちが命令に従わない限りガキが次々と死んでいく。お前たちのせいでな。なんてひどい。このさあどうする。頭がいいのにこんな簡単なことがわからないのか。ヌラ、誰か。発煙弾だと。敵手か。そうだ、私はお前の敵だ。何者だ。正義の味方ってやつ。ヌラ、出血がひどい。血を止めないと。私に任せて。応急処置は得意なの。あなたミス X？ 詳しいことは後。今は逃げるのが先決よ。サトリ、分かってる。ねえ、あなた、フレイヤはどこ？フレイヤだとパイドパイパーが持っていったなんて言えるかよ。パイドパイパー？どうしてパイドパイパーのことを。パイドパイパーって何者？警報だと。どうしてあんなに簡単に侵入を許すとは情けない。これはアフターサービスってことにしておきますよ、アズリアン大統領。面倒なことになった。この基地には2万もの兵がいる。逃げられませんぞ。おとなしく。少し静かにしてもらえる？相変わらず容赦もないことで。すいません、うるさかったんでつい。いや、静かになって助かって。ドク、こっちにトレーラーを回してくれ。今サファイアさんと向かってる。見たこともないナイトメアだぞ。構うな。後ろのトレーラーを狙え。今のうちに早く。みんな早くトレーラーへ。ヌラは私が背負います。ネーハのことを頼めますか？ええ、もちろん。行くわよネーハ。サトリ、俺はこのおっさんをトレーラーにぶち込んだら新月で出る。あとは頼めるな。勝手任せといて。こちらが手を出せないことをいいことに。それもこれまでですよ、姉さん。いや、もう一機このペンデュラムがいる。賛成多数よって超合衆国決議を可決。黒の騎士団へネーハ・シャンカール並びにカガリ・サビトリの救出を依頼します。ゼロ、超合衆国の決議が下りた。2人の救出に向かってくれ。了解だ。次から次へと。さすがに敵基地だとキリがないな。だけどこの基地から脱出さえすれば。待って、前方からも来たよ。
今の反応速度は銅メキの弾を避けるなんて。ならこれならどうだい。こいつを避けた。白馬さんでも当てられない。こいつら強いぞ。あの3人が手こずるって相当なパイロットだぞ。奴ら新入りに足止めを食らっているぞ。今のうちだ。させるか。助かるよ姉さん。だがこのウォードがなかなかに手強い。みんなを守りながらこいつらを相手にするには一手足りない。一手か。それならなんとかなるかもしれないな。え？なんだ！輻射波動？お困りのようですね、ミスター。いいタイミングだ。来てくれると思って。あら、もっと驚いてくださるものかと。レディ・レディがキルアニアにいる時点で見定めていたんだよ。はい。ですので、やはりミスターに協力することにしました。私が皆さんを守るので、そちらはお任せします。了解だ。聞こえたな、ペンデュラム、姉さん。ええ、誰だかは知らないけど力を貸してくれるというならありがたい。ああ、ようやくこれで本気を出せるというものだ。マジカルジェットスタンバイブースト。さすが姉さん、俺も負けていられないな。ソウガ流一のアルガスミ。ソウガの技、ナイトメアでも使えるもんだな。さすがミスター。私も約束を違えないようにしなくてはいけませんね。あの黒いナイトメアのおかげで流れが変わった。残るウォードも一機のみ。行くよペンデュラム ME ブースト。新入りどもまでやられたのか。こちらの戦力はまだ。いや、もうダメだ。あれを見ろ。黒の騎士団があんなにも。終わった。黒の騎士団来てくれたんだ。助かった。メラ、もう安心よ。すぐに治療してもらうからもう少し頑張るのよ。どうやらキルアニア軍も諦めたようだ。そりゃ黒の騎士団が来たとなるとな。しかし最後に出てきたウォード、やたらと手強かったな。ええ、キルアニアにもこんな手だれがいたんですね。コックピットが開く。あ、彼はジョン。助けて。え？みんなワードから離れて。何？ウォードが爆発？自爆したのか？のろしとしてはちょいと地味だ。だがこれで世界は新しい変革の時を、我がネバーランドのための新世界へと。かぐや様、エージェント新月並びに
エージェントペンデュラムから例の誘拐事件を無事に解決したと報告がありました。そうですか。彼らなら成し遂げると信じていました。しかし、平和への道というのは、やはり険しいものですね。はい。かぐや様が退陣なさるのは早すぎたのかもしれません。それは違いますよ、双葉。超合衆国の立ち上げの中心にいた私が、議長として居続ければ、スメラギ議長という意思決定装置となってしまいます。それは、超合衆国が目指すあり方とはかけ離れたもの。今は多少の圧力があったとしても、この世界に生きる全ての人が平和について考え、取り組む時だと私は考えます。申し訳ありません。私の考えが至らず。謝ることはありません。双葉がそう言ってくれることも、また世界の平和を考えてのことなのですから。ゼロより事件解決との報告がありました。シャンカール博士、カガリさんとも無事に保護したとのことです。やったワレン・アゼリアン大統領の身柄を拘束しましたが、キルアニア軍に大きな抵抗の意思はないとの報告も受けています。なんとか大きな衝突になることは避けられたか。ラクシアータ先生、ご心配をおかけして申し訳ありませんでした。あんたたちが謝るこっちゃないよ。それより二人とも怪我はないんだろうね。はい、私もサビトリも怪我一つありません。そいつはよかった。帰ってきたらゆっくりお茶でもしようじゃないか。はい、ではまた。ラクシアータ、大の男が何を突っ立ってんだい？今回の件悪かった。お前の大事な教え子たちを危険な目に遭わせて。あの子たちに何かあったらただじゃおかなかっただろうね。でも結果的に無事だったんだ。よしとするさ。あんたにあんたの立場ってもんがあるだろうしね、インディラ。あまり気に病むんじゃないよ。ありがとう。帰りは浮遊航空艦だ。はしゃぐなよ。恥ずかしい。ドクはゼロの浮遊航空艦に乗れて嬉しくないの？嬉しいに決まってるだろう。僕がどれだけ自分を律していることか。それはなんかごめん。すみませんね、ゼロ。うちのがうるさくて。いや、今回の事件解決は全て君たちのおかげだ。せめて遅らせてほしい。エージェント新月のみんな、エージェントペンデュラムの2人、あなたたちの働きに感謝する。やめてくださいよ。あなたに頭を下げられると座りが悪い。そうですね。それにこれが私たちの仕事だもの。でも驚きました。百目鬼さんがこんな仕事をしていたなんて。サビトリ。まったく、カレンさんから無事だとは聞いていましたけど、私やベニオがどれだけ心配したか分かってます？ごめん。それよりチャウラー博士への連絡は終わったの？またごまかして。先生への連絡は終わりました。ついでに村の容体も安定しています。ありがとうございます、ゼロ。おかげで助かりました。いや、あの子も無事なようで安心した。あと応急処置してくれたミス X にもお礼を。ミス X？ あ、レディのこと？そういえば見かけていないな。この間に乗っていないのか？あの黒いナイトメアのパイロットも。まあ、いろいろと事情があるんだ、これが。彼と一緒に行かなくてよかったの？よかったも何も。大切な相棒のミッションがまだ終わってないもの。持ち去られたフレイヤを早く見つけないとね。レディ？そうね。頼りにしてるわ、M。それに、あの方とはまた近いうちに会える。そんな気がするの。女の勘ってやつだ。それ。しかし、ゼロ。今回の一件、喜んでばかりはいられない。まだ、大きな問題が2つ残っている。一つは報告のあったフレイヤか。
確かにバイレン基地には厳重に保管されていた何かを移動した形跡が残っていた。おそらくそれがフレイヤなのだろうな。持ち去ったのは確かパイド・パイパー。笛吹き男か。当然本名ではないな。でもあの後大統領に問いただしてもその名前以外知らなかったよ。素性も経歴も何も知らないって。よくそんな相手にフレイヤを渡したね。そんな相手だからかもしれないな。詳しい関係なんかはワレンへの尋問次第だろうな。ああ、それに現在厳戒態勢を敷いて捜索している。必ず見つけ出してみせる。で、もう一つの問題は例の爆発だな。爆発？ええ。キルアニアで戦ったウォードのパイロットが戦闘後に自爆した。これがペンデュラムに残された記録映像。助けて。子供がひどい。子供をパイロットにしているだけではなく、爆弾まで仕掛けているのか。ええ。それに私はこの子に会ったことがあるの。サビトリたちの捜索中に。彼の名はジョン。牧師風の男と一緒にいた。おそらくあの男が何かを知っている。牧師風の男か。フレイヤを持ち去ったパイド・パイパー、そして爆弾を仕掛けられた子供と牧師風の男、つながりがあるわけじゃない。でもどうしても嫌な予感がする。何か大きなことが起こりそうな。嵐が来る。